ゆるかか歩きはなぜ足に良いのか、本当に効果があるのか、実際にやってみた方の YouTube 上のコメントなどを取り上げながら中島が解説します。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家、中島武史です。私がどんな活動してるかっていうのを気になる方は翻訳付きで下の概要欄にありますので、よかったらこちらご覧くださいね。今回は私たちが提唱している歩き方、ゆるかかと歩きの実際ですね、本当にやってみてどうなのかっていうところをお伝えしていきたいと思います。なぜかというと、この頃はありがたいことに外国の方の視聴がすごく増えてきてるんですよね。字幕なんかをつけたというのもあるんですけれども、例えばですね、この方はですね、英語字幕ありがとうございます。あなたのビデオは私の欠陥のある歩き方を少しずつ理解し、機械的な問題を修正するための確信に到達するのに役立ちます。股関節、外反母趾、ありがとうって出てますね。翻訳やからちょっと不自然なんですけどね。はい。あとはこれスペイン語ですね。祝福、素晴らしい助け、姿勢が改善され、膝を裏返して前に進むとすぐに膝の痛みが 90% 減少しました。すごいですね。外反母趾の足はまだ表示されていますが、練習を続けています。ありがとうございました。この人追加のコメントも書いてくださってるんですけどね、どんどん良くなってるみたいですね。で、これはギリシャ語ですね。ありがとう。すべてが非常に明確です。そしてあなたの過去のビデオへのリンクは非常に役立ちました。そしてそのように鏡の前を歩いてみます。で、これ最後にアラビア語ですね。翻訳のためにアラビア語を追加することは可能ですが、この人は見ててすごい良さそうやなと思って翻訳つけてくれませんか。これがきっかけでちょっと翻訳つけようと思ったんですよね。結構ワールドワイドにありがたいことに、私たちの提唱するゆるかかと歩きをやっていただいて改善してきてる人が出てるんですよね。で、その方たちも含めてゆるかかと歩きってとか、私中島が提唱してるのはどれぐらいの裏付けのもとに喋ってるのかなとか、日本の方でもこの頃見始めた方はそういうのはご存知ないと思うので、そのあたりを解説したいと思います。では内容です。コメントをもとにそれについてちょっとお伝えしていくんですけど、大まかな内容としたら、まず病院で治らないものがなんで治るのかっていう話ですね。で、本当に歩き方で良くなるのか。で、どれぐらいで効果が実感できるのか。で、指導員に行った効果ですね。で、なぜ私はこういうことが言い切れるのか。この動画をご覧になることであなたはゆるかかと歩きの実際というのを理解することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。できれば世の中、世界中に正しい足の健康情報を通じて健康な人を増やしたいなと思って YouTube を始めたんですが、YouTube の動画が拡散されるかどうかは皆さんが押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数でそういうのが決まってくるみたいなんですね。ですからもしもこの動画を見てて役立つなとか多くの人が知ったらいいのになと思っていただいた方はチャンネル登録やコメントなんかも書いていただいたりするとすごくありがたいですね。よろしくお願いいたします。ではまず病院で治らないものが歩き方でなんで治るのかという話なんですけれども、ちょっとコメントいくつか紹介してみましょうか。この方はですね、指の付け根あたりが痛くて憂鬱な日々でした。毎朝ウォーキングしていたのですが、なんで痛むのか分からず困っていました。先生のご指導が今の悩みにドンピシャで早速試してみたら、本当に痛くなく歩くことができてとっても嬉しかったです。病院行っても多分解決しないで湿布薬でごまかされたと思います。このチャンネルに出会えたことを感謝します。ありがとうございました。あとこの人は先生のおかげで十数年患った足の疾患が改善されました。いくつかの整形外科に行きましたが全く良くなりませんでした。この人は実際に行ったんですよね。で良くならなかったと。先生の推奨をしていた要は足首から下も読ませていただき、これ本ですね。でランニングの参考にさせていただいております。引き続き YouTube の投稿楽しみにしています。なんですけど、ちなみにこれは日本の話ね。外国の状況はちょっとわからないので日本の話で言うと、なんで私たちがこういうのを治せるかっていうのは、病院が施せることと私たちが施せることの種類が違うからなんですよね。簡単に言えば病院っていうのはどっちかというとやってくれることは交通事故とかで足が折れたとか、そんなに対しての対処とか、あとは日本の場合で言えば整骨院とか整骨院とかもそうですけど、急性の症状に対してやってくれることはすごく有効なやつが多いですよね。でもそれに対して慢性の症状に対してはやっぱり得意ではないと言わざるを得ないんですね。なぜかというと、慢性の症状っていうのはもうちょっと言い方変えると、日々の生活習慣に問題があってなってる病気。例えば歩き方が悪くてもしもなってる病気だとすれば、結局何を治さないと治らないかというと、そら歩き方ですよね。だから食べ過ぎたら肥満になるということは、その人に対して一番いい治療は何だと言ったら食事制限なんですよね。食事のコントロールですよね。そうしたらそれって病院の範疇かというとちょっと違いますよね。だからそういうのと近いもんがあります。
だから病院にはそういう生活習慣指導というのがあんまり時間をとってやれるようなシステムではないので、日本の場合ね。だから生活習慣で発生したような痛みや問題というのを改善するのが得意ではないと。で、私たちの場合はじゃあ歩き方で外反母趾になってるっていうのが分かったんであれば、歩き方を直せばいいんじゃないかなということで指導しています。でしかも私の指導の場合はノウハウがあってね、私はどっちかというと今までスキューバダイビングのインストラクターやってたりとかね、昔モルジブで働いてたんですけど、よかったらこの動画見ていただいたらモルジブ時代の話ちょっと出てきますけどね。で、あとは営業マンの育成に携わる仕事を10年ぐらいやってたんですね。営業マン、セールスマンですよね。私が物を売るんじゃなくて、その入ってきた社員に物を売れるようにするっていう指導ですよね。ですから私、指導に関してのノウハウがあるので、実を言うと気づかないところでいろいろそういうのが織り込まれてあるんですよ。だから動画だけでも結構あれ質が高いって言ったら手前味噌なんですけど、あれ見ただけでもある程度できるようになるっていうのはそれなりのノウハウが入ってあるんですね。だから本当に歩き方なんかで変わるのかなと思ってる人は、まず一つは生活習慣病、歩き方が問題になってる病気であればそれは変わるわねっていう話で、あともう一つはそこに私独自のノウハウがすごく入ってあるので、もちろん指導員に行くのが一番いいんですよ。実際の指導を直接受けるのがやっぱりいいですね。ゴルフなんかでも動画見ただけで上手くなるのって難しいけれどもっていう話と一緒で、だから動画見るだけよりかは行った方がいいけど、動画だけでもだいぶやっぱり違いますよ、ノウハウがちゃんと詰まってますよっていうのはお伝えしております。はい、で次ですね。この人はなんとなく地面を蹴るより足を持ち上げる方が疲れるイメージを持っていましたが、そうなんですよね。で、物は試しとやってみたら驚くほど軽く歩くことができました。膝を伸ばしきらず緩めておくことも大切で、以前はブレーキをかけながら進もうとして無駄なエネルギーを使っていたんだなと気づきました。無駄なエネルギーを使っているんだから痩せるのではというと、そんなことではなく、むくみと不格好な筋肉と骨格の歪みで体を痛めつけているだけでした。正しく理解していただいてますよね。これ正解です。歩き方を変えるだけで足が軽くなり、痛みがなくなり、心も軽くなり、歩くことの億劫さがなくなって、外に出ること自体も楽しくなりました。ありがとうございます。素晴らしいですね。で、この下、試してみたら、楽なんだけど、とびっくりしました。何度もめげずに頑張ってみます。ありがとうございました。で、この人は本当に劇的にむくみが軽減しました。ありがとうございました。なんですけど、この一番最初に今説明した人なんかすごいきっちり説明してくれてますが、なんとなくイメージで、そんなことぐらいでっていうのがやっぱあるんですよね。で、もしくはなんかこれこそ正しい歩き方だっていうなんとなくのイメージ、間違ったイメージなんですけど、そういうイメージでこんなもんかなと思ってる世界ってすごくあって、そこ飛び出すと本当はもっと全然違う世界が広がってると。だから私もこういう仕事するまで足って2本あるから交互に出してたらそのまま歩けるやんぐらいに思ってたんですけど、足って本当はきっちり使い方ってあるんですよね。だからなんとなくのイメージからちょっと抜け出してみることと、治るか治らないかに関してもほんまにと思って先に躊躇せずに一回試してみていただくと、この2人目の方みたいに試してみたらもううわって思うんでね、すげえって思うんでね、一回やってみていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、この方は、足親指の痛みと変形が年々ひどくなっていることを実感し、外反母趾手術で検索している時にこの動画に出会いました。姿勢をチェックするとダメなポイントが全部当てはまり、かかと重心を練習したら1日で痛みが消えました。少なくとも70歳まで働かなきゃいけないのに、こんなに足、膝、腰が痛くてどうしようと悩んでいたのですが、努力で改善できる部分がかなりあるみたいなので、先生の動画を見て頑張ろうと思います。わかりやすく重要な情報を発信していただきありがとうございます。こんなん嬉しいですよね。すごい頑張って動画撮ってる甲斐があるなーって思えるやつですね。で、次の方は、反り腰で辛く何をしても治らず、姿勢の取り方もわからなく、誰にも理解してもらえず、ものすごく悩んでいました。この動画と出会えて姿勢の取り方を教えていただき、実践したところ、すぐに効果が現れました。こういうことだったのかと本当に目から鱗です。治るのだと希望を持たせていただきました。ありがとうございました。そうなんですよ。この人たちのやつで何が私が言いたかったかというと、どれぐらいで効果が出るかというと、結構すぐなんです。正しくやれたらという話ですよ。正しくやれたら、結構すぐに楽、足も楽、体も楽、それぐらい効果があるんです。それぐらい威力があるっていう。じゃあ逆に言うと、すぐに分からない人は鈍感だという人もいるかもしれないですけど、やってるつもりでできてないっていう人もやっぱたくさんいるんですよね。だからその指導員なんかにそういう人は行ったりするといいっていうのはそこなんですけれども、でも少なくとも動画見ただけでも改善してるっていう人は、私の YouTube の動画のコメント見ていただいたら結構上がってるのでね、効果すぐ結構出ますよというやつですね。
はい。そして、この人はやってはいけないことを全てやってきました。当然状態はひどかったです。このチャンネルでやって5ヶ月、自分なりに取り組んだ結果、痛みは全然ありませんし、出っ張りもちっちゃくなりました。小指の爪が見えなかったのが見え始め、効果がすぐ現れるのが嬉しくてたまりません。この人もすぐですよね。小指の爪なんか戻ってくるんですよね。負担かけなかったらね。だから小指の爪があんまりない人って実を言うと、歩き方に問題がある現れではあるんですけどね。で、元気がない歩き方だと言われますが、気にせず続けていこうと思います。ここなんですね。このコメントでちょっと言いたかったのは。この歩き方って特別じゃないんですね。なんか例えば、外踏んだらガニ股なるんちゃうかとかね、元気のない歩き方なんじゃないかとか、カクカクしてるんじゃないかとかね、かかとドスドスじゃないか。違うんですよ。この歩き方って本当は普通なんです。歩き方が問題があって普通から外れちゃった人に普通ですよっていうのを分かりにくいから、普通を特徴を捉えて言うと、ゆるかかと歩き、ゆるく歩けるよ、かかとで歩くもんだよって言ってるだけで普通なんですよ。だから私の歩いてる歩き方ってありますけど、YouTube の動画にね、あれ見たら全然普通なんですよ。そうなんです。ただ、自分が今までグイグイガンガン歩いてた人にとったら、ものすごい力抜いて脱力してなんか元気ないような気がしたりとかね。そういうのはあり得ます。ただ、この人の場合ちょっとどっちなのかなと思うのは、実際に本当にまだ正しく歩けてなくて、なんかちょっとなんかやりすぎてておかしいから元気なさそうと言われてるのか、その言ってる人のイメージがね、この方の周りの人がガンガングイグイ歩かないと健康に悪いと思って見てるから、正しいゆるかかと歩きだけれども元気がなく見えるのか、どっちなのかなと思うんですけどね。でもこの歩き方はだから特別に変な歩き方に見えもしないし普通なんでね。だからもしもこの歩き方したらかかとが痛くなるとか、その人多分ガンガン歩きすぎなんですけど、かかとで。で、例えばガニ股になってるとか、そんなんやったらそれは正しくないので、そのあたりは理解できなかったらもう直接行くしかないですけど、動画見てもらったら私の歩き方は普通だというのは分かってもらえると思うんでね。自分のイメージと実際が違うというのはよく感じてもらった方がいいですね。考えてもらった方がいいと思います。はい、実際にじゃあ行った人の話もちょっとしておきましょうか。この人はね、町田にあるフットケア町田に通っています。両足ともに重症寄りの中程度の外反母趾でした。多分30度後半なんでしょうね。40度から10度なんでね。痛みもひどく、通う直前には靴を履かなくても痛みがある状態で、このままだとどうなってしまうのか、これから先履きたい靴も履けず置いていくのかという不安というよりも恐怖に近い感覚でした。気持ちすごいわかりますけどね、私も昔体悪かったんでね、このまま年いったらどうなるんやろうなっていうやつですよね。で、その時にネットで検索したところ、外反母趾をテーピングや手術やサポーターなどは使わずに治すと書いてあり、この時は全然信用していませんでした。まあそうでしょうね。僕らからしたらそんなんするから治らないんですけどね、逆にね。で、ただその時は何とかしたくて1408円のトライアルコースに申し込んでみました。だから私たちの傘下の先生は、とにかく初回はもう再銭度外資で安くして一回体験してもらって、それで納得したら来てもらったらいいよってスタイルにしっていうふうに言ってるんですよね。そこでは外反母趾が治るのはしっかり数字でわかると聞いて、それならうやむやにされず済むなと思い、これすごい大事ですよ。外反母趾を角度測定しないところは治ってなくても治ったって言い張るんでね、おかしいですねって言って。でもうちの傘下の先生は外反母趾は角度をちゃんと測るので、治ったか治ってないかもう数字で明確なんですね。だからこれうやむやにされないで済むと思ってて、これ素晴らしい着目のとこですよね。はい。だから皆さんもそういうの気をつけた方がいいですね。だってダイエット施設で体重測らんでスタートするとこなんかないでしょ。それと一緒ですね。外反母趾は角度が基準度分かってて、角度を測らないで外反母趾治療しますよなんてありえないですね。本当はね。さらに外反母趾発生の原因まで丁寧に教えてくれて、その日のうちに始めることを決めました。ただものすごい違和感とやりにくさ、逆に体に力が入ってしまい最初は苦労しましたが、ふと1ヶ月ぐらいして気がつくと今まであった歩いた時の痛さはなくなっていました。途中の測定でも形が変わっていて驚きました。今では痛みは全くなく、そろそろコースも終わりを迎えるので測定が楽しみです。先生は物腰の柔らかいですが、厳しく端的に言っていただけで良いとこは褒めてくれるので、毎回帰る頃には頑張るぞとなっています。この先生、境の先生って言うんですけどね。ご自身も足もともと悪かったんで、すごい感じの気持ちがよくわかる先生ですね。素晴らしい先生ですよ。そして行かない間は YouTube で確認しながら練習しています。ガンガン見てくださいね。で、今までの常識と逆のことをやっている気分で最初は戸惑いましたが、確実に良くなっている。そうなんですよ。今までと逆やから治るんですよ。今までが正しかったら足悪くなってないんでね。実感と事実があるので、これがもっと普通に広まるといいのになと思っています。そうなんですね。私たちの先生は自分が治るから世の中広めたいと思ってる先生が先生になるんですね。で、患者さんもそういうことでよく紹介してくれますけどね。これ絶対知った方がいいよね、みんなという感じでね。
はい。で、他の埼玉の川越に行ってる人ですね。先生の YouTube から川越のフットケアセンターに行って半年。おかげさまで外反母趾も驚くほどの改善。魚の目もなくなりました。そうなんですよ。魚の目もできなくなるんですよね。正しい歩き方してたらそこに負担かからへんから発生しなくなるんです。お得ですよね。魚の目も直しちゃえるって。ありがとうございました。歩くのは仕事なのでとても楽になりました。感謝しかありません。うちのその歩き方始めた営業マンの人とかはいくらでも歩けますね、この歩き方だというふうによく言われます。はい。川越の先生を島村先生というんですけど、この人は美容師さんなんですけど、髪にも健康にいいものとか考えてやってるうちにどんどん広がって足もやりたいっていう話で足も一緒にやってるんですよね。はい。素晴らしい先生ですよ。はい。で、この方は横浜の先生のところに行ってる人ですね。ゆるか肩歩きのレッスンを始めて中間測定で左右とも6度くらい改善しました。6度っていうのは外反母趾は角度が基準なんですけど、うちの参加の治療にはみんな角度は絶対測るのでね。病院の先生からしたらもう角度が減るなんてありえへんと思ってるからすごいですねっていう話になりますけどね。最大で私のところやったら15度から20度ぐらい減ってる人もいますしね。はい。横浜青葉台の治療院の川口先生のご指導で腰を痛めてから3年間も背中を丸めて杖をついていたのが今では姿勢も良くなりスタスタ歩いています。そうなんです。足が良くなると姿勢も良くなるんですよね。当然です。一番下なんでね、足は。外反母趾も改善され、腰痛もなくなり、外出するのが楽しくなりました。友人も近所の方もみんなびっくりしています。素晴らしい。青葉台の川口先生というのは、この川口先生自体が外反母趾だったんですよね。残ってますねけどね、記録。一番最初、川口先生の足が37度ぐらいだったんです、外反母趾。で、痛くてたまらなくて、この教会に来られたんですけど、インストラクター講座で歩き方習って2ヶ月か3ヶ月ぐらいしたら、もうあっという間に21度まで減って。だから自分がやっぱり治るから強いんですね、うちの先生方はね。はい。という感じですね。この方の場合は、これはちょっと治療院に行った人じゃないですけど、なかなか言い切られるのはすごいなと感心しました。長年私も研究していますが、答えが見つからず苦労しています。これからも見させていただきます。多分この人は治療家なんでしょうね。でもこの人素晴らしいのは、自分の意見と違うことを頭ごなしに否定してくる人すごく多いんですよね。でもこの人は言い切られるのはすごいなーっていうふうに、どっちかというと理解しようという方向で見てくださってるんで、素晴らしいと思いますね。で、言い切れるのは私なんでかというと、そうなんです。こんなに顔出して名前出して言い切ってる、しかも世の中の流れと違うことを言い切ってるってことはそれなりに責任と実績があるからなんですね。そこを考えて本当は欲しいんですけどね。だから私に「いやそれ違うで」っていうコメントなんか来る人いるんですけど、そこまず土俵を乗せてほしいんですよ。私の場合は今言った先生方に教えて、その先生方でも同じような成果出てて、私でもその改善の実績が病院に提出できるようなその測定結果ね、大学病院なんかでも使うようなフットルックという測定器で測ったのが2000以上あるわけですよね。だから自分のやってきたこと理論が上がってるだけじゃなくて、それをちゃんと実証して、しかも記録まで残してあるんです。例えばその違うでと思ってる人は俺も直してきたっていうんであれば、その出せるもん出してほしいんですよね。そうしたら初めて私と対等の議論になると言ったらおかしいんですけど、意見の交換になるんですけど、それがない人と話に失礼な言い方で言うと、でもそれ言ってるだけやんっていう話になっちゃうわけです。だから私は逆にそうならないように、多くの方に信頼を置いてもらえるように、そうやってデータをずっと昔から取り続けているので、今ありがたいことに大手の企業とかいろんなところが研究一緒にしてほしいという形になってるんですよね。はい。で、最後にですが、この方はバルセロナにも同じモットーを持ったお医者さんがいればとても助かるのにって書いてますね。そうなんですよね。私の今仕事はそれだと思ってるんです。で、この人はバルセロナに多分住んでる方なんでしょうね。で、世界中に広めたいなと思ってるんですけど、私の場合歩き方広めたいというよりかはどっちかっていうと、生活習慣病って生活習慣直さないとあかんよねっていうことに気づいてくれる人が増えたら、そういうのを広めたいと思ってるんですよね。私自身も昔学生の頃に足痛めて3ヶ月ぐらい松葉杖で半年ぐらいかけて筋力とか元に戻したつもりなんですけど、松葉杖に乗った時に歩き方が崩れちゃったんですよね、多分ね。で、そのまま来てるから変な歩き方してるせいで腰や膝がものすごい痛くなってたんです。だから20代とかでもぎっくり腰頻発です。で、今どうかというと、それがあっちこっち治療行ったけれども、その時は楽になるけどまた同じことになってっていうのを繰り返してたのが、ある時直してもらうんじゃなくてやってることを変えないとまたループしてるねんなって気づいて、
で歩き方を変えるようになって、で私今動画で全くぎっくり腰もないし腰痛もないしっていう形になってるんです。だからそれに気づいてない人って多いと思うんですね、世の中ね。名医探ししててどっかにいいお医者さんがいてパチッと治してくれる日が来るんじゃないかな。でも生活習慣病はそうじゃないんですよね。歩き方や立ち方や何や自分の行動に問題があってなってる場合は、治してもらった尻から同じとこ戻ってきちゃうから、やってること変えなあかんねんでっていうことに世の中の人が気づく人が増えたらいいな。でそういうふうなことを教えてくれる人が増えたらいいから、私インストラクターを育成してるっていうのはそういうことですよね。っていうのが早く広まればいいのになと思ってます。いかがでしょうか。ちょっと今回の動画は長かったですけれども、今の私の考えとかモットーとかね、最後に言いましたけど、それから発生したこの技術ですけれども、多くの人が体感してて実感してる。で YouTube のコメントなんかにもいっぱい上がってます。是非とも取り入れてみていただいて、一度試してみていただくと、それだけでもすごい変化が出るのになと思ってますね。よろしくお願いします。